大家好，最近我刷到了一条日本媒体平台的视频，里面有一位日本女老师，就是日本女老师这个词，大家都懂的哈，专业名词是女优。她分享了自己去年去台湾游玩的经历，说得特别生动，尤其对台湾的男士夸赞不停。男同胞们千万别错过这波内容哦，一起看看她都说了些什么吧。正直に言うと、その経験は私にとって本当に新しい世界への扉を開いてくれました。もともと台湾に対して特別な印象はなかったんです。ただ、のんびりとした暮らしや美味しい食べ物がたくさんあるという話を友達から聞いていたんです。しかし、実際に行ってみると、台湾はとても魅力的で、特に台湾の男性には本当に感銘を受けました。実は、私の最初の目的地は台北でした。台北の第一印象は本当に特別なものでした。東京の高層ビルやビジネス街がありながら、京都の都会的な雰囲気も感じられます。そこでの生活のペースは、せっかちでも怠惰でもなく、ちょうどいいので、私にとっては一番気に入っています。東京で感じた緊張感もなく、とても快適に感じます。そして、飛行機を降りてすぐに B&B に泊まりに行きました。家主さんは兄ちゃんのような感じで、とても熱心でした。彼は日本語が話せなかったが、携帯電話の翻訳機を使って私と話し、近くのスナックバーや夜市を積極的に進めてくれた。彼の口調は特に友好的で、まるで見知らぬ人ではなく、私のとても親しい友人であるかのようでした。ご存知の通り、日本人は一般的に見知らぬ人に対して非常に礼儀正しく、人と人との関係においては距離感を重視しますが、より深い感情的な交流が欠けていることが多いです。日本と比べて、台湾の人情はより自然で誠実です。それは規範や習慣に基づくものではなく、心からのものです。その後、私は食べることと飲むことの旅を始めました。台北から台南、そして嘉義まで食べ歩きましたが、立ち寄るたびに驚きました。台湾のおやつはとっても美味しいです。牛肉麺、豚肉の角煮ご飯、ヤジのおつまみ。止まらない。台南でヤジに食事に行った時のことを覚えています。注文の仕方がわからなかったので、男の子が近づいてきて、何かお手伝いしましょうか、と尋ねました。彼は日本語を話していたようで、とてもフレンドリーな感じでした。最初は彼も日本から来た観光客だと思ったのですが、地元の人だとわかりました。そこで私は何を注文したらいいかわからないと言いました。彼は私のためにいくつか選んで、これは台南名物です。きっと気に入っていただけると思います、と言いました。そして料理の盛り付けも手伝ってくれました。ウェーターのように箸を持ちます。その時は少し恥ずかしかったですが、こういった配慮はとても自然なことだと実感しました。彼らの思いやりはとても自然だと思います。それは見栄を張るためではなく、心からのものです。ご存知の通り、日本の男性は実はとても紳士的ですが、それは主にあなたが先に行くようにドアを開けたり、傘を渡すときに少し控えめだったりといったエチケットの規範に基づいています。しかし、台湾の男性は率先してあなたのニーズに気を配ります。例えば、あなたがたくさんの荷物を持っている場合、手伝ってあげましょうと言ってくれます。彼らの口調はとてもリラックスしているので、あなたを不愉快に感じさせません。負担ではなく、むしろとても思いやりのある人です。もう一つ、特に印象に残っていることがあります。嘉義でターキーライスを食べに行った時のことです。店主もとても親切でした。私が一人で座っているのを見て、彼はウェーターを派遣して地元の名所をいくつか勧めてくれました。その後、たまたま隣のテーブルに座っていた男の子が何が起きているのか聞いてきて、暇だったら隣の有山に行ってみて。この季節は景色が特に綺麗だよ、と言いました。彼はとても礼儀正しく、話す時の口調もとても穏やかでした。
それから私たちは1時間近くおしゃべりをしました。チャットをした後、台湾の人々、特に男の子たちは本当におしゃべりだということがわかりました。彼らは率先して話題を探しますが、あなたを怒らせたり恥ずかしい思いをさせたりはしません。その代わりに、彼らは自然にあなたの気持ちに配慮してくれます。さらに、有山について話し終わった後、彼は私に特に注意しました。そこに行くときは、もっと厚手の服を着てください。山は少し寒いです。その時、私はこのような心遣いが彼の心に刻み込まれていると感じました。コツ。台湾人男性のこれらの特徴は、日本人男性と比べて女性にとって非常に魅力的だと思います。日本人男性と比べて、台湾人男性は人間味が強いと感じます。彼らの繊細さは礼儀作法や習慣ではなく、温かい気遣いです。例えば、私が台湾で道に迷った時、道行く誰もが私を助けようとし、目的地まで歩いて行ってくれました。このような熱意は日本では一般的ではないかもしれません。台湾は本当に訪れる価値があると言いたいです。美味しい食事、美しい景色、そして至るところに感じられる優しさに、私はすっかり魅了されてしまいました。特に男性陣は本当に特別で温かいです。まだ行ったことがないなら、ぜひ行って体験してみてください。好了，视频就分享到这里。其实看完那位嘉宾的访谈，我觉得这位老师说得很好，但是还不够全面。台湾不仅是好，而是真心太好了。他主要说了台湾的美食和台湾男士的热情，但对于台湾便捷的交通、良好的社会治安、公民的高素质和人情味，以及历史文化的传承都没有说到。也许他从小出生在日本，本来就已经习惯了吧。但对于我这个大陆人来讲，台湾给我的印象真是惊艳和震撼。这在我之前的节目中已经介绍过了，感兴趣的朋友不妨看看，来一起感受下台湾和台湾人的美。说到台湾人的美，这里就不得不提到台湾的男士。虽然我是大陆人，但因为在日本生活，也算是有点日式生活体验的人，所以我对他对台湾和日本男士的比较特别有共鸣。首先，咱们来说他提到的台湾人的热情和随和，这点我真的是深有体会。记得我第一次去台湾旅游的时候，那感觉就像是回到了家一样。不管你是坐出租车，还是在夜市随便买点吃的，台湾人总是会主动跟你搭话。比如那次在台北夜市，我在纠结要不要买某个摊位的臭豆腐，老板看到我犹豫，就直接递过来一块说，你试试看，不好吃不要钱了，真的超暖心啊。后来想想，日本人虽然礼貌周到，但大多是公事公办式的客气，像台湾人这种带点烟火气的热情，在日本还真不太容易见到。再来说说台湾男士的绅士风度吧，这一点我真是特别有感触。就拿上次去嘉义的经历来说吧，我记得那天特别热，我拎着大包小包走在街上，旁边有个男生直接走过来说，小姐，你是不是要找车站啊？我刚好也要过去，可以带你一段，你知道吗？当时我真的特别感动。如果是在日本，路人可能会帮你指路，但像这种主动提出陪你走一段的，几乎不可能，毕竟日本人比较讲究保持距离感，但台湾男生这种自然的体贴，真的是让人感觉既温暖又安心。还有一次，我和朋友一起去台南，那边有一家特别有名的水果冰店，我们排了很久的队，结果到了我们的时候，店里某种冰居然卖完了，我们当时挺失望的。但旁边一个台湾小哥居然主动说，你们是第一次来吧？这家隔壁还有一家也很好吃，我可以带你们去。后来他不仅真的带我们过去，还帮我们点了几道当地特色的冰品。更夸张的是，他还陪我们吃了半小时，全程都是特别自然的聊天，没有一点让人觉得别扭的地方。
简直让我觉得他像是免费导游一样。要说台湾男士和日本男士的区别，我觉得最关键的就是台湾男士的人情味更浓，日本男士确实很绅士，也很有责任感，但他们更注重规则和距离感，像什么递伞、开门这种事情，做的一丝不苟，可就是少了点接地气的感觉。而台湾男士，他们的贴心不是照本宣科，而是发自内心的，比如他们会观察到你需要帮助，而不是等你开口去请求。这种细腻又带点自然的关怀，真的会让人很有安全感。另外，台湾男士还有一点特别吸引人的，就是他们很爱分享自己的生活，愿意花时间跟你聊天。我记得有一次跟一个台湾朋友聊天，他给我讲了好多他家乡的趣事，聊到最后我都觉得自己像是半个台湾人了。相比之下，日本男士虽然也会聊天，但他们的内容更多是围绕兴趣爱好，比较少谈到自己的家庭和生活。这种开放的态度让台湾男士更容易拉近和人的距离，特别有魅力。当然了，我也不是说日本男士就不好了，他们的认真和细腻也是很大的优点。但如果说到生活中更让人感到温暖的话，我觉得台湾男士还是更胜一筹。总之，我觉得台湾这个地方真的很特别，不只是美食和风景，还有那种扑面而来的善意和热情。尤其是他提到的台湾男士，他们的细腻和体贴，真的值得好好夸一夸。如果你还没去过台湾，真的建议你一定要去感受一下，保证你会爱上那个地方，甚至是爱上那里的人哦。好了，今天就聊到这里了，欢迎大家的关注、点赞和留言，一起分享台湾美好的事情。我们下次见吧。